皆さんこんにちは、みやまです。今回はだいぶ遅くなってしまったんですが、1月の買ってよかったものを紹介したいと思います。基本的には季節関係なく使っていただけるアイテムばかりなので、ぜひお買い物の参考にご活用いただけると嬉しいです。ちなみに紹介したアイテムについては概要欄に詳細を載せておくので、もし気になるものがあったらそちらチェックしてみてください。はい、ということで早速1つ目のアイテムがこちらですね。アンカーの USB ポート付きの多機能電源タップになります。これめちゃくちゃ薄いんですけど、本当に便利に使える電源タップになっておりまして、まずですね、ここ正面に2つ AC の差し込み口がついてます。で USB ポートについてはここの側面ですね、 USB-C ポートが2つと USB-A ポートが2つ搭載されてます。なのでこの電源タップ1つで6台のデバイスを同時充電できるっていうような仕様になってます。でこの電源タップがめちゃくちゃ薄いんですよね。なんだったらここのコンセントの先っぽよりも薄いんじゃないかっていうぐらいの厚さしかないんですけど、なんとですね、これ面白いのが、ここの AC 差し込み口に電源プラグを挿そうとするとカシャッと、はい、こんな感じで盛り上がってくるんですよ。 AC 差し込み口今日は使わないなっていう時はこういう風に電源プラグを抜いてあげれば、さっきの盛り上がりがちゃんと収納されていて、非常にスタイリッシュな見た目でこうデスク上に置いておくことができるんですよね。この点でも非常に気に入ってます。でさらに嬉しいのがここですね。この側面の USB ポートの部分の特にここ USB-C2 つなんですが、この USB-C ポートが PD3.1 対応で最大出力 140W で急速充電できちゃうんですよ。しかも4ポート全てを使って同時充電している場合でも、ここの USB-C ポートの片方に関しては最大 65W の出力で充電できるんですよね。なので MacBook Pro みたいなかなりパワフルなパソコンで負荷の高い作業をしている時の充電にも全く問題なく使えるっていうような仕様の電源タップになってます。で電源タップ正面のここの下の部分にはディスプレイが搭載されています。このディスプレイではリアルタイムで USB ポートの出力状況を確認できるようになってるんですよね。どのポートで、どれだけの出力が出ているのかっていうのが一目でパッとわかるようになってるので、この点に関してもガジェット好きとしてはストレスが少なくて大変助かりますね。ちなみに電源タップ大きさ比較するとこんな感じですね。この真ん中が iPhone 15 Pro でこの右側がナッシングフォンになります。 iPhone 15 Pro よりは二回りぐらい大きいんですが、これ自体が結構薄いのでそんなに存在感ないんですよね。で個人的にはこれ結構 SF チックな見た目で非常に気に入っていて、もう私の場合はデスクに置きっぱなしにして基本使ってます。ちなみにこちらの電源タップ、残念ながらモバイルバッテリーの機能は搭載されていないです。必ずここのケーブルをコンセントに挿して使ってあげる必要があります。あともう一つこれデメリットで言うと、多機能でかつ結構ハイスペックっていうのがあって、お値段がちょっとお高めなんですよね。一般的な電源タップと比べるとうわって思っちゃうと思うんですけど、多分ですね、いろんなガジェット、しかも高負荷の結構最大充電出力が必要なガジェットとかをデスク上で使う方なんかにはかなり便利に使っていただけると思うので、そういった方はぜひチェックしていただけたらなと思います。続いての買ってよかったアイテムがこちらです。これ何かと言いますと PC タブレット用のスリーブですね。で私の場合は MacBook Pro の14インチを外に持ち運ぶ時のケースとして使っているっていうような感じになります。こちらのスリーブがですね、タイベックと呼ばれる素材でできていて、パッと見の見た目は結構紙みたいな質感、見た目に見えると思うんですけど、実際には紙ではないんですよね。高密度のポリエチレンでできた不織布なんですよ。なので水にも結構強くて、しかも耐久性もありますし、あと何よりも嬉しいのがこれめちゃくちゃ軽いんですよ。もう超軽量なんです。やっぱりこちら普段持ち歩いている MacBook Pro がめちゃくちゃ重いので、ケース自体がちょっとでも軽いっていうのはもう本当にありがたいんですよね。でパソコンとかタブレットを出し入れするこの口の部分なんですけど、ここはですね、このマグネットで簡単に開け閉めできるような仕様になってます。でスリーブの内側に関してはちょっと柔らかめの起毛素材の布が採用されてます。でこの外側のタイベックとこの内側の起毛素材の間には5ミリぐらいのクッション材もちゃんと入ってます。なのでこの辺も結構
安心感があるので助かってますね。でこれシンプルな見た目でめちゃくちゃ軽いですし、かつですねちゃんと内側にクッション材も入ってるっていうこともあって非常に気に入っているんですが、これ1点ちょっと残念なのが周辺機器を一緒にしまっておけるようなポケットとかがついてないんですよね。本当にシンプルなこのスリーブのみなんですよ。ただ私の場合はこれガジェットポーチを別途用意して持ち歩きたい派なので、個人的には周辺機器を入れるポケットがないことに関してはそんなに気にならなかったですね。シンプルで軽い PC ケース探してるんだよなって方には結構刺さるアイテムかなと思うので、気になった方はぜひチェックしていただければなと思います。続いての買ってよかったものがこちらです。じゃじゃーん、ニコンのミラーレスカメラ ZF になります。もう本当に待ってためちゃくちゃ待ってたアイテムなんですけど、フルサイズセンサーを搭載したニコンのミラーレスカメラになっておりまして、ありがたいことにニコンさんに先行で最初お借りしていたんですよ。でもうこの見た目めちゃくちゃかっこいいし、もう素敵すぎるし、あと性能面に関しても本当に良かったんですよね。特に写真がもうめちゃくちゃ良くて、これが私の撮った写真なのみたいな感じで、もう一回これで写真撮っちゃうと他のカメラでは物足りなく感じるぐらいもう本当に良くて、でもう欲しいって思って先行でお借りした後にこれすぐ予約したんですけど、やっぱものすごい人気みたいでなかなか届かず、やっと1月末にこちらの ZF 届きました。いやもう届いてからはですね、外出するときはもうほぼほぼ必ずと言っていいほどこの ZF 持ち歩いてますし、インスタとかスレッズとか X とかSNS に上げるちょっとした写真とかも今もうほとんどこの ZF で撮影してます。もうほんとそれぐらい気に入ってますね。で私は今回こちらのこの 40mm の単焦点レンズがついたレンズキットで購入したんですが、またこのレンズがですねめちゃくちゃいいんですよ。すんごいよく映るんです。でしかもこのレンズに関してはこの見た目がですねこのレトロな感じの ZF とも相性バッチリなんですよ。なので今のところ私はこの 40mm のレンズだけで運用していますね。で ZF こういう風に全体的な見た目の印象もかっこいいんですけど、ディテールも本当に素晴らしくて、特に話題になったのがここですよね。この真鍮製のダイヤルに関してなんですけど、このダイヤルがまためちゃくちゃいいんですよね。この使った時のカチカチ感とか本当に高級感がある感じで、非常に所有欲を満たしてくれるなっていうようなアイテムなんですけど、実はこのダイヤルちょっと撮影中使いにくいんですよね。こういう風に左右に分かれているっていうのがあるので、ファインダー覗きながら設定変えたいなみたいな時結構不便なんですよ。右手をこっち側まで回してカチカチやらなきゃいけないみたいなのがあったりするんですが、なんとですねここの真鍮製のダイヤルは一切使うことなく ISO も絞りもシャッタースピードも露出も全部この右手側だけで簡単にいじれるような設定っていうのもできるようになってるんですよ。見た目以上に非常に機能的に使うことができるっていうのもあって、その点でも本当に持ち歩きたくなるカメラだなっていうような感じですね。あともう一つ機能面で便利なのがここですね。写真モードと動画モードとあとブラック&ホワイト、いわゆるモノクロモードの3つが簡単にカチカチっと切り替えられるような仕様になってるんですよ。これがですねまためちゃくちゃ便利っていうのと、特に ZF に関してはモノクロモードで撮る写真がまためちゃくちゃかっこいいんですよ。でもう本当に簡単にモノクロ写真に切り替えて撮るっていうことができるので、今まで以上に本当に写真撮るのが楽しくなったんですよね。でも基本的には外出する時ほぼほぼ持ち歩くぐらいめちゃくちゃ気に入ってるカメラではあるんですけど、やっぱりですね結構デメリットありまして、重たいんですよね。結構ずっしり感あります。特に普段ソニーのカメラとかに慣れちゃってる方とかだとやっぱこれ持った時に重たくて結構びっくりするんじゃないかなとは思いますね。であともう一つ気になるところデメリットで言うとグリップがすごいしにくいんですよ。一応ここの右手部分に軽く盛り上がってるところがあるので、ここに指引っ掛けて、グリップできなくはないんですが結構しんどいですね。もう長時間ずっと外で撮影とかしてると右手で支えるだけじゃこういう風にズルズル滑ってきてつるっと落としそうになって怖いので、私の場合はですねもうカメラストラップ絶対必須です。もうZFに関してはこのストラップをつけっぱなしにするっていう風に決めていて、撮影する時は必ずこのストラップを首にかけた状態で、持って撮影するっていう風にも決めてますね。それぐらい結構グリップ感は、弱いというかちょっと長時間撮
撮影してると危うさを感じるところはあるかなと思います。でスモールリーグから出ているサードパーティー製の、ちょっと安めのグリップがあったので買ってみたんですけど、これがですね実は結構良くて純正のグリップが割とお高めなので、まずはですねこっちのスモールリーグのサードパーティー製のやつ買って試してみるの結構おすすめですね。サードパーティー製なんですけど、結構作りがしっかりしていて、かつですね ZF と合わせてもそんなに違和感ないんですよね。ちょっとごつくなっちゃったかなっていうのはあるんですけど、やっぱしっかり握りやすくなって、外での撮影も安心感が出るっていうのもあって、最近はですね、このグリップつけるとちょっと重たくなっちゃうんですけど、なるべくこのグリップつけて外に持ち出すようにしてます。でかつですね、このスモールリーグのグリップも純正と同じくちゃんとですねバッテリー交換ができるような仕様になってるんですよ。この点とかも結構助かりましたね。でちなみにここのシャッターレリーズとこのレンズフードに関しては追加で購入したものになってます。レンズキットにはついてこないのでご注意ください。でシャッターレリーズはニコン純正のものですね。でこのレンズフードに関しては Amazon でサードパーティー製の結構安くてシンプルでかっこいいやつを買ってつけてみたっていうような感じです。でこちらのストラップに関してはもう ZF 専用としてつけっぱなしにしていて、これがですね京都ボーイズさんが販売していたストラップなんですけど、今はですね多分もう在庫切れになっちゃっていて、新しくストラップ作っているらしいので、ちょっとそちらの続報を待っていただく方がいいかなと思います。続いての買ってよかったものがこちらです。この 2way のバケツ型バッグになります。これがですねいろんな使い方ができるバッグになっておりまして、まず一つはこんな感じでトートバッグとして使えるような感じですね。普通に肩掛けして使ってあげることもできますし、あとはですね6段階ぐらいで長さ調整できるようになってるので、こういう風に斜め掛けしてあげてショルダーバッグとして使うみたいなこともできるようになってます。個人的にはこのショルダーバッグとして使う方法が一番好きですね。でさらにこのバッグ面白いのが持ち方をちょっと変えてあげるだけで巾着風バッグとしても使うことができるんですよね。これ普通に肩掛けした場合、あとショルダー掛けした場合は、こういう風な割とフラットな、よくあるタイプのバッグとして使えるんですけど、巾着風に使いたい場合はですね、こちらのシンプルな留め具の方をですねパチッと外してあげます。で外したらあとはそのままこういう風にシューッとこうやってベルトを引っ張ってあげるだけで、わかりますかね、こんな感じでちょっと巾着っぽい形のバッグにできるんですよ。であとはここの長いベルトの部分を、斜め掛けとかして使ってあげればどうですかね、割とシンプルなショルダーバッグとして使うことができるようになってます。でこうやって巾着タイプで使う場合はちょっとですね容量が少なめな感じにはなっちゃうんですが、一番最初に紹介したように、普通にトートバッグとしてもしくはショルダーバッグとしてこのバケツ型の状態のまま使ってあげる場合はですね結構物が入るんですよ。例えばこれキーボード付きの iPad Pro 11インチとかも全然ですね余裕ですっぽり中に入っちゃいますし、で iPad を入れた上にですねこのフルサイズのミラーレス一眼とかを中に入れちゃっても全然余裕ですね。ここの底のマチがかなり広めに取ってあるので、iPad Pro 11インチにミラーレスカメラ入れて、でさらにここに500ml のペットボトル入れてもまだ全然余裕があるんじゃないかなと思います。でこのバッグがですねベルト部分もあとこの本体部分も基本的にはポリウレタン樹脂を使った PU レザー製になってます。合皮ですね。なので撥水性が高いので雨の日でも使いやすいですし、あとこの本体部分なんですけど分かりますかね、脂肪加工になっているんですよね。なので傷とかも目立ちにくいので気軽に使っていただきやすいコスパのいいバッグになってます。でこのバッグの口に関してはマグネット式ですね。こういう風にパカッと簡単に開くようになってます。でバッグの内側はフェイクスウェードになっていて非常に落ち着いた印象なので、普通に背負ってて中身がこう見えたとしてもそんなに安っぽくは見えないんじゃないかなと思います。でこちらのバッグがですね、結構お値段お安めということもあって外側にもあとこのバッグの内側にもポケットが全くついてないんですよ。ただその代わりですねポケットがない代わりにこちらこの巾着タイプの結構しっかりした作りのバックインバッグがついてきます。でしかもですねこれちゃんと巾着の内側に
こんな感じでファスナー付きのポケットがついているんですよね。実際はこのバッグ自体に内ポケットがある方が絶対便利ではあるんですけど、一応こういった、頑丈な作りのバックインバッグもあるので、これと一緒に活用していただくことはできるようになってます。続いての買ってよかったものがこちらのステンレスリング4種ですね。もう最近外出先で手を洗っている時に立て続けに指輪を2つほどなくしてしまいまして、どうせなくすんだったらコスパがいいものが多いちょっとステンレスリングいくつか試してみようかなと思って買ったのが、この4つだったんですけど、どれも本当に良くて、そもそもステンレスリングって傷がつきにくいんですよね。でしかも普通のシルバーリングに比べて軽いものが多くてつけ心地も非常にいいですし、あと何よりも助かるのがシルバーと違って黒くくすむこともないんですよ。お手入れいらずでめちゃくちゃ楽なんですよね。でさらに言うと金属アレルギーも出にくいっていうこともあって、今後もうちょっとステンレスリングいろいろ可愛いの発掘していこうかななんて思ってます。で購入したステンレスリング1つ目がこちらのスタッツ風のものですね。シンプルだけど結構かっこいい感じがあるデザインが気になって購入したアイテムになります。結構遠目に見た時にスタッツ部分が反射してキラキラして綺麗に見えるんですよね。で他のリングと重ね付けしても割と可愛いは可愛いんですけど、これ重ね付けしなくてもそこそこ存在感がある感じで、その点も気に入ってます。人差し指とかに、こういうごつめのシルバーリングとかつけてもそんなに色味の違いみたいなのも気にならないですし、あとバランス感もいい感じになるかなっていうのがあるので、結構このリングは着用頻度高めですね。気に入ってます。ステンレスリング2つ目の購入アイテムがこちらですね。極細カットリングになります。こちらもですねちょっとスタッツっぽい雰囲気にカットされたデザインになっていて、非常にシンプルなんですよね。先ほど紹介したスタッツリングと比べるとこんな感じですね。細身でかつですねシンプルで、少し洗練された雰囲気もするんじゃないかなと思います。実際に指につけてみるとこんな感じですね。カットのデコボコが結構遠目から見てもキラキラっと光って見えるので、案外この細さでも存在感があっていい感じなんですよね。で個人的には同じぐらいの細さのリングと重ね付けしてあげるのが割とお気に入りですね。あとすぐ隣の指にこういう結構ですね印象が強めのものとかをつけた時とかも、こっちが細くて存在感が割と薄めな分いい感じのバランスが取れる気がして、この組み合わせとかも結構好きですね。でこういう極細リングってシルバー製だと付け外しの時にちょっと強めに持ったりするだけですぐ変形しちゃったり歪んじゃったりするんですけど、これがですねステンレス製なので全く歪まないんですよ。ちょっとやそっとの力じゃもう全然変形したりみたいなことがないので、この点でも扱いやすくて非常に気に入ってます。続いて3つ目のリングがこちらですね。これ分かりますかね。この真ん中にクリアタイプのストーンが3つ入っているんですよ。ストーン付きの極細リングになってます。このさりげないストーンの感じがもうめちゃくちゃ上品ですごい気に入ってます。でこのストーン付きの極細リングに関してはもう少し太めのシンプルなリングとかと一緒に重ね付けしてあげるのが上品な雰囲気がして気に入ってますね。あとは同じぐらいの太さの先ほど紹介したカットリングと重ね付けしてあげてもですね結構いい感じなんですよね。これだとカットリングのおかげで結構キラキラ感が増して、存在感もマシマシになるので、シンプルなこういう黒いシャツとかと合わせて使ってあげるのとかも結構気に入ってますね。でこのストーン付きの極細リングに関してもですねステンレス製なので全然歪まないです。本当に強い力でギュッて握っても歪むこともないですし、今のところもうこれ1ヶ月以上使ってますけどストーンが外れる気配とかもないので、本当に扱いやすくて非常に助かりますね。で最後4つ目がこちらのシンプルなステンレスリングですね。これはさっき紹介した極細リング系と重ね付けしたくて購入したものになります。でこのリングがシンプルがゆえに本当にいろんなリングとの重ね付けと相性バッチリっていうような感じで、これ今重ね付けしてるのがストーン付きの極細リングですね。こちらが極細カットリングとの重ね付けになります。これもですね結構シンプルで、こういった黒シャツとかとも相性いい感じで
気に入ってますね。続いてがこちらですね。これ何かと言いますとネイル美容液なんですよ。でしかもこれ年齢性別に関わらず結構いろんな方に使っていただきやすい仕様のネイル美容液になってまして、基本的には爪の欠けとか割れとか、あと2枚爪ですね、そういったものを防いでくれるアイテムになってます。で実はですね、今これ左側だけ昨日の夜このネイル美容液を使ったんですが、どうですかね。全然嫌なツヤ感ないですよね。自然なツヤ感しかなくて、でこっちの右手側は何にも塗ってない状態なんですけど、この素の爪の状態とほとんど見分けがつかないぐらいの自然なツヤ感が出るだけなんですよ。なのでこの点でも結構いろんな方に年齢性別関係なく使っていただきやすいんじゃないかなと思います。でこれさらに嬉しいのがもう超速乾なんですよ。塗った瞬間乾いてるんじゃないかぐらいのものすごい速さで乾くんですよね。もう反対側の爪塗ってる間にほぼ完璧に乾いちゃってるっていうレベルなので、その点でも普段マニキュア塗らないよみたいな方にも塗っていただきやすい、使っていただきやすいアイテムなんじゃないかなと思います。でさらに嬉しいのがですね、これ普通のマニキュアと違って厚みが出ない薄膜仕上げなんですよね。なのでハゲかけの状態でも目立ちにくいです。でハゲてしまったらリムーバーで綺麗に拭ってあげる必要とかもなくて、上から何回でも塗り直して OK な仕様なので、その点でも本当に使いやすいんじゃないかなと思います。爪がかけやすい方とか2枚爪になりやすい方とか、あとジェルネイル今お休み中だよとか、あと職場のネイル規定がめちゃくちゃ厳しいよみたいな方にも結構おすすめですね。気になった方はぜひ一度チェックしていただけたらなと思います。はい、続いては買ってよかったもの最後のアイテムのご紹介なんですが、最後はいつも漫画を紹介しておりまして、今回はこちら1月12日に発売された東大の三姉妹の1巻をご紹介したいなと思います。でこの作品以前の買ってよかった動画でも紹介した長短と青とという漫画があるんですけど、その作者と同じ磯谷由紀先生の最新作になってます。でもう磯谷由紀先生の作品私すごい好きなんですけど、相変わらずですね、今回も本当に面白くて読みやすくて、もうこの東大の三姉妹もあっという間に読み終わってしまいました。でこの作品どんなお話かと言いますと、タイトル通り東大卒もしくは東大在学中の三姉妹と東大になんと落ちてしまった末っ子の弟くんが織りなす、4人のドタバタストーリーが中心となってます。で今回のこの1巻では東大を卒業した外資系でバリバリに働いてる長女のよりちゃんと、あとテレビ会社のドラマプロデューサーをしているこちらもバリバリに働いている次女のひなちゃん、この2人のエピソードが中心になってます。で東大卒の女性ってなると職場でもういろんなやっかみを受けたりするわけですよ。ちょっとした些細なミス一つとっても東大卒なのに使えないなとか言われちゃったりとかで、しかもそのやっかみ妬みっていうのが東大卒の女性だからっていうところに起因しているものなので、この三姉妹たちがですね人に悩みを相談なかなかできないんですよね。でもこの三姉妹たちはですねそれぞれが結構人に共感されにくい悩みとか、属性を持ちながらもすごい一生懸命等身大に日々を生きていて、なんかその姿にすごいグッとくるんですよね。自分はそんなに共感できるようなキャラクター属性ではないはずなのに、なぜかですねこう読んでると私も頑張ろうみたいな、もうこの三姉妹が頑張ってるから私もやってやるんだみたいな気持ちになるんですよ。結構あったかい作品でもあるんですよね。でこの漫画さらにいいなって思ったのが東大に落ちちゃった末っ子の弟くん一理くんがいるんですけど、彼がですねめちゃくちゃいいんですよ。この一理くんがいるおかげで読者も結構三姉妹に感情移入しやすくなりますし、あと何よりもですねこの一理くんがもう本当にいい子なんですよ。もうめちゃくちゃにいい子で三姉妹にとっての、癒し的な存在でもあるし、あと私たち読者にとっての癒し的な存在でもあるんですよね。この一理くんがいることで漫画としてもすごく読みやすい構成になってます。日々こう社会でキリキリ働いてちょっと最近疲れてるんだよなみたいな方には非常におすすめの作品になっておりますので、この機会にぜひチェックしていただけると嬉しいなと思います。ちなみにですね、今回紹介しきれなかった1月に読んでよかった漫画については楽天ルームとミーセルにまとめておりますので、そちらも概要欄に URL 貼っておくので、気になる方はぜひチェックしていただければなと思います。
あと最近読んだおすすめのビジネス書も今回ちょっと紹介しようかなと思ったんですが、ちょっと前にですねサブチャンネルの方でいくつかまとめて4冊ほど紹介した動画を作ったので、ビジネス書気になるなみたいな方はぜひですねそちらのサブチャンネルの動画ご覧いただけると大変嬉しいです。あと最後にちょっといくつかお知らせがあるんですが、現在ですね、深山のロゴ入りオリジナルグッズがすずりにて発売中となります。ロゴ入りのステッカーとか、あとロゴ入りの T シャツとか、あとロゴ入りのサコッシュとか、本当にシンプルなものなんですけど、大変ありがたいことに何人かの方から欲しいっていうリクエストがありましたので、ちょっとすずりの方で簡単に作って発売する形になりました。こんな感じのアクスタとかもあったりします。これアクスタの一番ちっちゃいサイズのスタンドなんですけど、これ可愛いんですよね。個人的に結構気に入っていて、なんか撮影の小道具とかとしても今後ちょっと積極的に使っていこうかなと思ってます。あと普通に王道の T シャツとかステッカーの他にですね、こういうキーホルダーとかも用意してありますね。こんな感じで多分サイズも何種類か選べるようになっていると思うので、詳しくはすずりの URL 概要欄に貼っておくので、気になる方はチェックしていただけたらなと思います。であともう一つのお知らせがこちらですね。阿蘇さんとコラボして作成したフレファイルというカードケースなんですけど、こちら現在ですね全色在庫が復活しております。この人気だったブラックにクリアグリーンの組み合わせのタイプとかも全て Amazon 楽天などでご購入できるようになっているので、もしですね好きなカラーがなくて買えてなかったみたいな方がまだいらっしゃる場合はこちらご購入いただけると大変嬉しいなと思います。はい、ということで今回ちょっと遅くなってしまいましたが、1月の買ってよかったものをご紹介しましたがいかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もこういった買ってよかったものとかお気に入りのものとか身の回りのものとかいろいろご紹介できたらなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ここまで長々と見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。